2ヶ月間で受講生がどれぐらいレベルアップしたのか。猫の顔というよりも男梅みたいな感じ、ここまでできるようになりました。すごくないですかこれ。はい、お疲れ様です。2時間前の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。今回はね、6月、7月で行った猫の技術アップ講座っていうのをやっていたんだけれども、そのね、2ヶ月間で受講生がどれぐらいレベルアップしたのかっていうね、作品紹介をね、ちょっとしていきたいと思います。でね、この2ヶ月集中技術アップ講座っていうのは、目的はね、こういう作品を作り上げましょうっていう講座ではなくて、今できない苦手なことをしっかりできるようになりましょう。レベルアップを確実にしましょうっていうトレーニング講座です。なので、人によってはベースの作り方だけをひたすらやってね、これをうまく作れるようになるっていう人もいたし、作品を作ってみて、もうどんどん作れるから何作品も作ってみたっていう人もいました。基本的に僕の講座っていうのはもう個人レッスンなんでね、その人に合わせて、日々ね、使える練習時間も違うし、仕事が終わって、家事を終わってさ、自分の時間を作ってやれるのが夜中の人もいるし、そういったところも含めて、とにかく自分の時間を自由に使ってできるようにっていうところで、この講座をね、やらせていただきました。で、その成果をね、ちょっとね、今回は紹介したいと思います。はい、それじゃあね、1人目の紹介をしていきます。でね、今これ画面見たらわかるように、これね、LINE の画面なんですよ。で、僕の講座っていうのは、基本的に全部個人レッスンなんだけども、LINE でやってます。というのも、受講者の立場になって考えたときにね、生徒さんの習う立場だと、やっぱりその質問したときに、答えがすぐ返ってくる方がいいじゃない、絶対に。で、それができるのなんだろうって考えて、LINE が一番いいかな。で、理由はね、あともう一つなんだけど、みんなが使い慣れてるツール。だからLINE が一番良さそうだなと思ってね、僕、LINE でやってます、講座はすべて。これから受けようと思ってる人なんかはね、LINE でこんな風に教えてくれるんだなんてね、見てもらえればいいかなと思います。やっぱオンラインレッスンがね、今主流になってきたけど、やっぱり、ほら、リアルな教室に通ってた人はさ、オンラインレッスンってね、本当に技術上がっていくのかなって不安だったりとか、もうオンラインレッスンそのものとかね、習うことそのものが初めてっていう人はさ、どれだけの効果があるのかってわからないと思うから、そこね、参考にしてもらえればいいかなと思います。でね、まず1人目のこの生徒さんなんだけどもね、最初ね、この状態でした。スタートの時にしっかりベースだけ作っといてくださいっていうところでね、始めました。でね、これがね、スタートの時のベースの状態です。でね、見てわかるように、本人もね、言ってたんだけど、男梅みたいな感じでしたなんてね、言ってたけど、ほんとね、その通りだなと思って、ゴツゴツしてるでしょ。で、猫の顔というよりも、どちらかというと、なんていうかな、ほら、人の顔に見えたりしてるんだよね。で、いろんな原因があるんだけど、そういったところもね、解説をしていきました。で、LINE のやり取りでこうやって写真を送ってもらって、コメントね、こんな感じでしたなんていろいろね、自分が思ってた疑問とか、こういう風にやったけどうまくいかなかったですとかっていうのを投げてもらって、でね、最初の頃はね、僕ね、結構ね、動画で回答してます。というのも、チャットだけじゃなかなかね、伝わらない部分もあると思うので、そういう時はね、なるべく動画にして解説をしています。そのね、ちょっと解説の動画のね、一部ちょっと見せますね。これね、実際の解説動画です。はい。口元どんどん大きくなっていくじゃない。これね、一番の原因はね、ここ。鼻がね、間違ってるんです。鼻の考え方が。で、どういうことかというと、鼻がね、高いじゃないですか。このね、認識が間違っていて、こういう風に鼻を高く作る。つまり、こういう角度になると、ここの高さね。ここの高さが高くなるように作っていくと、人間の顔みたいになっちゃう。で、これ考え方が逆で、鼻のここなんです。この頬骨、頬肉。ここが、こういう風なシルエットを描いていかなきゃいけないです。して、こういう風に。で、頬骨の位置合ってるから、こういう感じ。これちょっと今下から映っちゃってるから、またちょっと違うんだけど、だんだん低くなってくるから、髭袋ね、こうやってやって。したらかなり猫らしい顔になる。なんとなくイメージできます？こんな感じでね、動画でね、話をしています。でね、今、かなりショートカットしたけども、だいたいね、5分以内、全部ね、5分以内の動画にして、アンサー動画としてね、渡して、で、その中で、今、うまくいってない原因は、こういうことにあるんだよ。だから、こういう風にしなきゃいけないんだよっていうね、解説をしてます。これがね、かなり大事になります。レベルアップしていくのにね。そんな感じで、ね、やっていきます。
で、最初の頃はね、こうやって動画で解説して、だんだんね、慣れてきたら、写真にこうやって直接書き込んだりして、まあ、スライドとかも使ったりしてね。こうやって解説していって、あとね、もうチャットでどんどん進めていきます。これね、やっぱ LINE がいいのはね、ほら、見てこの時間。10時41分に、こんな風にできました。どうですかって質問を投げかけて、ね、5分後にはもう帰ってきてるんだよね。ポンポンポンってこうやってね。これすごいでかいでしょ。今練習して写真撮って送ってさ、で、先生から帰ってきたらすぐに直せるって、これがもう最大の利点だよね。LINE レッスンの。ただね、僕もね、これタイミングいい時はこうやってすぐ返せんだけど、やっぱりね、何時間か後になったり、午前中に質問受けたけどね、午後とか夜になってしまったりとか、あとまあ最長だったらまあ24時間オーバーすることはないけれども、できるだけ24時間以内には返すようにしてんだけども、まあね、でも、ほぼ毎日、こうやって添削を受けれるから、それはね、すごくでかかったと思います。これはね、かなり好評でした、やっぱり。最初ね、週に2回だけやりますって言ったんだけど、始まる直前に、もうね、いいやと。全員ちょっと、しっかりレベルアップさせてあげたいから、もう毎日にする。時間制限なしっていう風にね、解禁しました。で、このやり方はね、プライベートレッスンとか、あと虹玉塾と全く同じやり方です。もう、受講期間中24時間いつでも添削受け放題、質問し放題。でも時間関係なく、夜中でも全然関係ないです。もちろん夜中でね、僕寝てる時間回答できないけれども、もうすべて24時間以内に回答しますっていうことでね、やらせてもらいました。でやったらね、これね、7月6日なので、1ヶ月くらい経ってからでね、見て最初のね、男梅みたいな感じだった顔から、これがね、できるようになってんだよね。今これまあ途中、ほっぺた途中だけどね。かなりね、形変わってるでしょ。やっぱ1ヶ月でこれくらいまではなるんだよね。集中してやると。で、こんな感じで安定してきたから、じゃあ、いよいよ植毛に移りましょうっていうところね、耳作ってもらってね、植毛の方に入ってきます。でね、最終的にね、2ヶ月間集中してやって、この講座ね、完成がゴールではないから、本当土台だけ練習して終わる人もいるし、まあ、植毛まで行く人もいるし。で、キジトラレッスン動画だったんだけど、キジトラちょっとまだね、レベル的に難しいっていうところで、三毛猫にしたんだけども、それでもね、最後ね、髭つけるまで間に合わなかったけど、でもね、7月26日で終わりだったんだけどね、ここまでできるようになりました。すごくないですか、これ。最初の男梅の状態から、ここまでしっかりできる。で、これね、今、この辺、ほっぺたとかすごいへこましちゃってるけど、これはね、まだ作ってる最中だから、最終的にこの辺もね、綺麗になっていくんだけども、でもね、ここまで上手くなりました、2ヶ月で。すごいよね。いや、本当にね、受講生みんなね、成長がすごかったなと思って。で、それね、僕自身教えてて本当にね、嬉しくてね、もう本当、みんなどんどん上手くなっていくなと思って。これ本当に教えながらいつも思うんだけど、まあ、虹玉塾もそうだし、プライベートレッスンもそうだし、こうやってね、技術アップ講座も2ヶ月くらいなんだけど、教えてて思うのは、やっぱりね、もう、数年後に全然僕よりこの人たちすっごい上手くなっていくなっていう人いっぱいいるよ、本当に。もちろんそのつもりで教えてるしね。まあまあね、そんな感じでした。最後ね、こんなコメントまでいただいてね、もう本当ね、嬉しいなと思ってね。だからこの生徒さんも言ってくれていいけど、自分でさ、レベルが低すぎて、なんてね、みんな自分で言ったりとか、結構多いのが、いつかね、北川先生のところに習いに行けるようにレベルアップしたいと思いますってみんな言う人多いんだけど、習いたいと思った時に習った方がいいよ。レベルなんて関係ないんだから。思いっきり初心者の人だっているからね。全然関係ないんだから。僕制限かけてるのは、虹玉塾だけ。虹玉塾はサッカーデビューまで持っていかなきゃいけないから、やっぱり最初の下地がないといけないから、そこは技術審査みたいなのがあるけど、後の講座はね、初心者だろうが何でも関係ないのよ。今日始めたばっかりでも全然いいの。習いたいと思ったら習いに来ればいいしね。うん。全然。なんか敷居が高いみたいに思ってるんだけど、全然関係ないから、そんなの。はい、そんなところで、じゃあ次のね、生徒さんの紹介をしていきます。はい、それじゃ次の生徒さんのね、作品紹介していきます。まあ、次のね、
生徒さん、これね、スタート時点のね、ベースの形です。これね、すっごいよくできてますよ。これはね、本人にも伝えたんだけれども、もう、ほんと100点に近いような状態でしたね。もちろんね、修正はしたんだけれども、ここまでね、クオリティ高くベースが作れてるとね、やっぱりね、作品しっかりできます。で、このね、作品ちゃんと安定して作れるかどうかっていうところでもう一つね、作ってもらったんだけども、大体ね、修正しつつも、しっかりとしたね、ベースが作れてるので、この生徒さんはね、すぐに植毛に移りました。でね、一つ目の作品がこれです。はい、これですね。もうね、やっぱりね、よくできてますよね。うまいです。やっぱね、ベースがね、しっかりできてるとね、作品しっかりするんですよね。だからね、ぜひね、ベースの練習をね、力入れてね、やってほしいなと思います。で、これね、始まってすぐに、これが作れているので、じゃあね、残り期間中もっとね、レベル上げていきましょうというところで、2作品目作ってもらいました。で、それがね、こちらです。はい、これもね、やっぱりね、ベースがしっかりしてるんでね、かなりクオリティの高いね、猫がね、作れてます。はい、こんなところでね、やっていきました。だけどね、これね、最初の6月にも2作品目なんですね、この生徒さんは。なので、こっから先はね、ちょっとね、キジトラじゃなくて、違うなんか作りたい子いないかなっていうところで聞いたら、自宅の猫作ってみたいっていうところでね、いろいろ練習してね、ちょっとね、作ってみました。そんな風にね、やってた生徒さんもいるしね。はい。じゃあね、次の生徒さん紹介していきます。はい、次の生徒さんはね、こんな感じのとこからね、スタートしました。結構ね、やっぱりね、ベースがゴツゴツしている状態で、あまりうまく作れない状態からのスタートで、でね、この写真見たらよくわかるんだけれども、作り方の癖っていうのがすごく、出てしまって、これ必ず全員あります。その自分の作り方の癖。僕もあります。で、この生徒さんはね、この左目がね、こうやってね、なんていうかな、角度が変わってしまう。奥まってしまう。っていう状況が起きてました。見たらわかるようにね、目がずれてるじゃないですか。これがね、どうしても起きてしまうので、このね、修正結構ね、かかりましたね。だけど、何度もね、修正したり、なぜこれが起きているのかとかね、そういうのをね、調べていきました。やっぱりその自分の癖っていうのを、その作品に悪影響が及ぶ癖っていうかな、そういったのは自分で何が原因で起きているのかっていうところをね、知らないと、ね、原因が見つからないとさ、改善しようがないからね、まずね、原因を探すとこからね、やっていきました。なのでね、この最初の段階からね、どこで問題が起きるだろうってこうやってね、探していきました。そしたらね、やっぱり見つかるんですよ。こういう風にね、横がへこんでる。で、これはね、左目から右目の方に映っちゃってるけど、こういうことが原因で目の角度が変わるので、やっぱりだから自分が作っていく段階でどこでミスが起きやすいのかっていうことが把握できるのでね、そういうふうなことが分かっていれば対策練れるので、しっかりね、作ってあげて、固めてあげたら目の沈み込みはね、なくなるので、そんな風にね、してね、修正を図っていきました。やっぱね、これはね、習いに来る利点ですよね。やっぱり、客観的に見てもらえて、やっぱりここで問題が起きてるよっていうのを指摘してもらえるから、これはね、大きいですよね。自分でやってたら絶対気づかないから。はい。ね、そんなところでね、出来上がった作品がね、こちらになります。はい。こんな感じでね、作品仕上がりました。目もね、修正してね、配色うまいですよね。綺麗にやってます。はい。こんな感じですね。はい。いい作品です。でね、これが1ヶ月くらいでできた作品なので、残り1ヶ月ね、もう少しレベルを上げていこうというところね、やりました。それやっぱりね、2作品目もね、これ見たらわかるんだけど、ちょっとね、癖が出ちゃうんだよね。この左目が沈む癖。でも、だいぶ解消されてますよね。うん。はい。でね、2作品目がこんな感じになります。はい、こちらの作品。すごくいい作品だよね。また、1作品目と違って、ちょっとね、ワイルドな感じの作風になってて。で、どんどんこうやってね、作れば作るほどね、レベルは上がっていくからね、本当に非常にいい作品を作ってます。はい、そんなとこです。はい、じゃあね、次の生徒さん紹介していきます。はい、この生徒さんはね、ここからのスタートでしたね。過去作品なんかもね、見せてくれて。で、やっぱり最初の段階じゃね、やっぱりなかなかね、ベースがうまく作れない。どうしてもね、やっぱりね、レッスン動画とか見て、ね、作ってても、
やっぱ一人だとね、どうしてもそれが自分のやってることが正しいのかどうかってね、答え合わせができないからね、やっぱ習いに来るっていうのはね、そこの答え合わせができるっていうことと、あとやっぱりその間違ってる時に何が原因なのかって教えてもらえる。それがね、大きいよね。はいね、こんな感じでね、どんどん練習してね、やっていきました。あ、ここね、この側頭部。ここの部分もね、みんな全員共通ですね。ここがうまく作れてなかった。こんなことも起きてました。はい。でね、こうやってベースの修正を繰り返していって、できた作品がこちらです。はい。でね、全般的にね、まだ可愛らしい感じの顔になってるでしょ。これね、いろいろ原因があって、もっとね、この黒目の上にまぶたが被るように作ってあげると、もう少し自然な顔になったり、あとこの毛色のこのグラデーション、もう少しうまくぼかしてあげたりすると、自然な感じの毛色に見えたりするからね。で、残り期間ね、もう少しレベルアップしていこうっていうところでね、もう一作品チャレンジしてます。2作品目は、最後までいかなかったんだけど、でもね、これ見てほしいんだけど、これまぶたの作り方が全然違うでしょ、さっきと。これがね、やっぱりね、作れるようになっただけでもね、大きいです。みんなね、やっぱりこういうところができない。なんていうかな、その、ベースを固めるのではなくて、締め込むっていう感覚なんだけど、こう、極細針とかで何度も刺して、繊維と繊維を絡めてって、こう、なんていうかね、ガチガチにするんではなくて、締めていく感じ。本当もう、これがね、一番適切な言葉だと思うんだけど、まあね、それをね、手に入れたところで、こういうまぶたが作れるようになる。で、こういうまぶたっていうかね、その締め込むことができるようになると、より細かい部分の作り込みができるようになるから、まあ、そんなところをね、重視して残りの期間をやっていきました。まあ、最後はね、ここまでで終わっちゃったんだけど、でもね、これもね、植毛してったらね、大体ね、出来上がりがすごくなるなっていうのがわかります。はい。はい、というわけでね、今回はね、ここまでの紹介にしたいと思います。まあ、後日ね、また他の人もね、紹介していきたいと思ってるんだけども、やっぱりこの2ヶ月集中で技術アップをしていくってね、このね、いつまでにやるって決めてやると、やっぱりね、圧倒的にね、レベルっていうのは上がっていくから、これね、すごく効果があったと思います。そしてね、やっぱり僕、LINE でやろうと思ってるのは、やっぱりその、人それぞれね、使える時間が違うから、で、直接僕がやっぱり教えてあげることが大きいと思ってるから、なので、それができるのは何だろうと思ったら、やっぱり LINE なんだよね。僕寝るの12時とか1時ぐらいなんだけども、やっぱりでもそこまで対応してあげないと、やっぱりそこしかできない人もいるじゃない。日中仕事しててさ、夜しか時間ないとかね、日中ね、家のことをやらなきゃいけないからさ、皆さん主婦だからね。でそうなるとやっぱり本当に自分の時間って取れないから、その少ない時間の中で時間捻出してね、頑張って作ってやってるから、なんとかね、それで成果を出させてあげたいと思ったから、とにかくね、LINE でだったら僕が徹底的に対応できるなと思って LINE でやってます。まあこんな感じでね、やってるんで、ぜひね、興味ある人はね、参考にしてもらえればいいかなと思います。はい。とにかくね、もう皆さんすごく成果が出てね、教えてね、すごくね、楽しかったですね。もう僕自身学ぶこともたくさんあったし、で生徒さんもね、どんどん成長していってね、これからもね、たくさん活躍していくだろうなって本当に思いながらね、教えてました。はい、そんなところです。まあ、ためになるなと思ったらね、いいねボタンしてね、チャンネル登録しない人はね、ぜひチャンネル登録してください。でね、こうやってオンライン教室をやったりするときは、僕、LINE 公式にね、登録してくれてる人にしかね、告知がいかないんですよ。で、もちろん YouTube でもするんだけれども、でも、実際細かい連絡がいくのは LINE 公式に登録してくれてる方だけなので、まあ、こんなのね、ちょっと興味あるなっていう思った人はね、LINE に登録してくれたら嬉しいです。はい、最後までね、ご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。